これなんですよ。これが最高に美味しいパスタ。卵なしでこの味わいって結構やばいっすよ皆さん。どうもダメ人間です。はい、ということでですね、パスタいきます。はい、僕はねパスタ料理得意だって言って、相当やってはいるんですけども、今回はですねイタリアの郷土料理にスパゲティアラグリチャっていうですね、このチャンネル見てる大半の方は分かんないと思うんですけども、カルボナーラの原型と言われたパスタがあるんですよね。それがですねあまりにも美味しくこの間できたので、これのレシピを公開しようと思います。本場のスパゲティアラグリチャとは全然違うんです。全然違うんですけども、構築しているものは全て同じなんですよ。多動なんですけども、こういう料理を作るとイタリア通の人にめちゃくちゃ怒られるんですよ。俺一つ言っときますけど、これは本場のスパゲティアラグリチャではないです。僕が家庭でもめちゃくちゃ作りやすくして、さらにものすごく美味しくしたやつです。マジでうまいです。多分皆さんも覚えにくいと思うんで、カルボナーラのお父さんとかで作りました。作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介ですね。まず、玉ねぎ、60g。アマトリチャーナっていうのがね、玉ねぎとニンニクとチーズを使うレシピなんでね、玉ねぎを使います。はい。これが甘み出しですね。ニンニク。ニンニクの香りもつけていきます。本来は、ペコリーノ・ロマーノとか、パルミジャーノ・レッジャーノとかっていう、向こうのチーズを使うんですけども、ご家庭にないので、ピザチーズも高いんで、ピザチーズのグラムあたりめちゃくちゃ安いです。なんでこっちを使った方が濃厚に仕上がります。湿気を吸ってひん曲がってますけども、これねママの7分茹で、はい、表面がツルツルなパスタにしてください。今回僕の得意なリゾッタータっていう手法を使うんで、一つの鍋で煮ながらパスタを作っていくやり方ですね。ツルツルなパスタってテフロンダイス製法って言われてるんですね。パスタ好きな方は知ってると思う。ディチェコとかのパスタは表面ザラザラなんですよ。あれはブロンズダイス、ブロンズ型から押し出して作るやつなんですけども、あれだと粉がつきすぎて美味しくないです。だからテフロンダイス、だからバリラとかママとかそういったものをね、表面ツルツルなパスタを使ってください。35g のハーフベーコンなんですけども、スタッフが買ってきてくれたんですけども、油の付き方が全然違うの分かりますか？これ油の付き方全然違うんですよね。こっちは油全くついてないんで、どっちかというとショルダーベーコンなんですよね。こういう油のついてないものはやめた方がいいです。こっちそうするとこのベーコンの豚の脂が溶け込んですごく美味しいパスタになります。油が乗ってるベーコンを使ってください。ちょっと前置き長くなりましたけども、こちらの材料でやっていきます。今回はカルボナーラの原型になったと言われている小説であります。これは今回はですね、カルボナーラのお父さんを作っていくために僕のお父さんを紹介していきたいと思います。こちらの方です。氷占いイエーイ。今日の僕の運勢も占っていきたいと思います。氷がここにいっぱい入ってれば、僕の運勢も皆さんの運勢も大吉でございます。はっ小吉です。はい、こんな茶番に付き合っていただいている皆さんは大吉決まってるでしょ。人生すべてうまくいって今日のご飯も美味しいでしょ。全部入れます。僕のお父さんです。この人に育てられました。今まで乾杯。パパ俺頑張れよ。はい、じゃあやっていきたいと思います。ニンニクをみじん切りしていきます。でこれカルボナーラと何が違うかっていうと、卵使わないんですよね。はい、で潰して卵使わなくて美味しい。てかね、逆に卵使ってない美味しさがあるんですよね。チーズの味がダイレクトにくるんで、すごくねチーズ好きにはたまんないんですよ。はい、こんな感じですね。はい、みじん切りしました。玉ねぎはスライスですね。加熱するものだったら一緒に切って大丈夫です。はい、じゃあまずねベーコン炒めていきます。でここに少しだけ、ほんの少し小さじ1あるかないかぐらいの油入れます。ベーコンの油って先に油を、入れていた方がですね、ベーコンの油が出やすいんですよ。油が油を誘発するというかね。なんで少しオリーブオイルかけました。ほんとごく少量でいいです。カリカリまでいかないでいいです。カリッとさせます。パチ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 っていったら、火弱めて大丈夫ですよ。焦げ目がねついてくるんですね。焦げがすっごくね香り高くなる。ベーコンだからこうやってカリッといく。一回取り出します。
で出た油はこのベーコンの方に、かなりこうまとってますんで、こっちにも少し残ってるんですけども、これがねいい油になります。でここに大さじ1杯のオリーブオイルで、ニンニクを炒めます。フライパンが熱いのですぐシュワッとなります。香りが出てきますんで、ここに玉ねぎも入れちゃいます。玉ねぎを炒めることによってニンニクと同じこの香り成分のねアリシンっていうのがねありますんで、炒めるとすごく食欲のそそる香りがするんですよね。今度ね鷹の爪入れるの。これぐらいですかね。はい。で、ちょっとしなっとなるまでやっていきます。で決して焦がしちゃいけません。焦がすとカレーみたいになっちゃうんでね。最近の料理だとうまみより香りの方が大事です。うまみっていうのはうまみ調味料とか市販の調味料で全然ついちゃうんですよ。でも香りは無理。香りは食材から出すしかないんで、香りのある食材ってすごく大事なので、香りの複雑ささえ分かれば家庭でもお店レベルのものは簡単に作れます。でちょっとこう透き通って水分が抜けてきたなと思ったら水 350cc です。でここからね強火で沸かす。でコンソメね、うまみをつけます。はい、これがさっき言ったうまみをつけるやり方ですね。僕の一つまみはこうやって3本指で入れます。だから結構多いんですよね。親指と人差し指だけでやってる方いらっしゃると思うんですけども、実はね一つまみって三つ指なんですよ。親指と人差し指で入れるのって少々なんで沸かしてください。でこの量だとすぐ沸いてくるんで火ちょっと弱めます。沸いてきました。沸いたらここに 1.6mm のスパゲティです。チーズパスタなんでちょっと濃厚なんですね。ちょっと濃厚なパスタっていうのはこういう 1.6mm の少し中太が合います。これね小さいフライパンがいいですよ皆さん。そしたら中火にしてください。これなんでこんなことしてるのかっていうと、イタリアの人が見たら激怒するんですけども、これって煮汁にスパゲッティの小麦が溶け出すんですね。これ自体がとろみのあるスープなんです。でここにチーズを入れることによって美味しいチーズソースになるんですね。卵を使わなくてもカルボナーラになっちゃうんですよこれ。なんでこれは必要だからやってるんで別茹ではしないでくださいね。2人分作りたい方っていうのはもうちょっと大きいフライパンで水以外の分量を2倍にしてください。で水は今回 350cc じゃないですか。 600cc ぐらいです。なんでかっていうとフライパンがでかくなると蒸発するのが早くなるんですよね。中火の状態でこのパスタが7分茹でなんですけども、なんで、6分茹でて様子を見ていきます。で1分30秒あたりで急激にこの、煮汁が少なくなってきます。もうちょっとで煮上がるなと思ったところで水分が多かったら火力を高めるんですよね。だから6分経った時に煮汁がほとんどない状態を目指します。じゃああと1分ぐらいだったんでちょっと強火にしますね僕ね。はい、ほとんどなくなりましたこれね。火弱めようとしたんですけどももうちょっと強火でいきます。6分経った時の、煮汁の多さってこれぐらいです。大体ね大さじ1杯半ぐらい残ったかなみたいな感じになったらもうね OK ですこれ。チーズ入れます、はい、でこれ火止めちゃって平気です。で混ぜます。ぐる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 混ぜる。でカルボナーラの場合はここで、温度が高すぎると固まったりするんですけども、チーズだけの場合って固まんないんですよ。これねなんでこうやって、チーズソースになるかって言ったら小麦が溶け込んだ煮汁でやるからなんですね。だからこれは煮汁がある程度少なかったらすごく簡単なんですよ。全部麺に絡まるでしょ。これもチーズの元気ありません。これなんですよ。これが最高に美味しいパスタで、足んなければお塩少しねやってください。僕はもう味付け塩だけでいいです。火を入れて、はい、これはもうほぼ完成です。はい、じゃあ盛り付けです。まあカルボナーラというよりチーズパスタだねこれね。卵なしでこの味わいって結構やばいっすよ皆さん。で最後に粗挽き黒胡椒、これね割とたっぷりいっちゃっていいです。最後に軽くオリーブオイル、風味付けですね。カルボナーラのお父さん、親父。はい、それでは食べていきたいと思います。まあせっかくのイタリアンなんで今日は白ワインを用意しました。
うまっ。あ、ワインもうめえなめっちゃうまい。卵入ってないと思えないほど濃厚です。チーズのうまさがダイレクトにくるんでめちゃくちゃ美味しい。すっごい濃厚ですね。うまっ。やったりしようかなこれ。あ、最高だわ。チーズの濃厚さが半端ない。クリーム使ってないのにこんなに濃厚なパスタができるってやばいと思います。食べちゃいます。これね、みんな好きだと思う。チーズが嫌いじゃなければ絶対好き。いただきます。うますぎ。唐辛子とかも入ってるから、ちょっとね飽きさせない味。そうですね。これが入ってないとチーズすぎて飽きがきちゃう。玉ねぎもこの炒め具合ちょうどいいですね。本当にチーズとベーコンの香りを意識した感じ、めちゃめちゃうまいですこれ。ピザチーズってグラムで言うとものすごい安いね。ピザチーズがここまでうまいのが作れるっていうのはやばい。これ最高っすね。許されるのは全部食いたいですもんねこれ。ワインにめちゃ合うこれ。罪ですねこれ。罪だね。これがいいんですよ。最高っす。合ってる合ってる。ということでマジでうまいんで皆さんぜひ食べてみてください。